ご通行の皆様、こんにちは。私たち幸福実現党でございます。幸福実現党は2009年の5月、昨年の5月に立党した政党でございます。皆様もご存知の方もおられるかと思いますけれども、まだ新しい政党でございます。私たちの政党はこの日本の未来にとって本当に必要なことをはっきりと訴えていかんと、本当にこの国の未来にとって必要なことを訴え続けていきたいという志と矜持を持った政党でございます。昨年来、幸福実現党が訴えてまいりましたこの中国問題、この問題が今現実のものとして現れてきております。皆様もさまざまなメディアで目にしたことでありましょう。中国のこの横暴、この中国の覇権主義というものに対して私たち幸福実現党は昨年来より訴え続けてまいりました。それがこの9月、尖閣諸島の問題、漁船の衝突問題を機に目に見える形で現れてまいりました。もう私の方からも言う必要もないほど中国のさまざまな圧力に関してはご存知であろうと思います。しかしその圧力に対して日本の政府はあっさりと屈してしまいました。自分の庭に隣の人が入ってきて出て行ってくれとも言えないような軟弱な政府であります。皆様、戦後60数年、この日本という国は平和の中で経済の繁栄を享受することができました。しかしそれは決してこの平和憲法のおかげではありません。この日本の平和を支えてきたものは一体何か。それは2つあります。1つは世界最強の軍隊を持っていたアメリカとの同盟関係、日米安全保障条約というものがこの国を後ろから守っていてくれたことにあります。もう一つ、私たちが国防や外交についてそこまで真剣に考えなくていて済んだ大きな理由は、この日本が海に囲まれていたということにあるんです。ヨーロッパやこの大陸のように隣に隣国が国境を接しているということではなく、海がこの日本を守っていてくれたのであります。日米同盟とこの日本を取り囲む海がなければ、この日本は軍事国防というものにもっともっと頭とお金を使っていかなければいけなかった国であります。しかし今この日本はその平和を支えていた日本の柱にひびが生えてまいりました。日米安全保障条約、日米同盟、これが今普天間の問題を機に、普天間基地の問題を機に揺らいでおります。民主党政権になって日米同盟は戦後最悪の状態にあると言われております。そしてもう一つ、
今回のこの尖閣諸島の問題で日本を守っていた海、この海が今脅かされているんです。今回事件が起きた場所は明らかに日本の領内であります。その日本の領内で起きた問題に対して屈してしまったこの民主党、このようなことをしてしまえば明らかに他国に対して誤ったメッセージを与えてしまうんです。実は前例があります。フィリピンという国が1992年2つのアメリカ軍の米軍基地を撤去するという決定をいたしました。フィリピンの中にあった最大の基地を2つ返還するということを決定いたしました。その後に来たことは一体何かというと、中国軍が入ってきたんです。南シナ海、フィリピンの領有海の南シナ海の南沙諸島、その基地を返還した3年後に突然領有して自分の国の領土だと宣言してしまいました。わずか3年です。フィリピンの軍事基地が撤去されて3年、軍事力を持って中国という国はその南沙諸島を占拠してしまったのです。そのようなことを外交戦略として行っているのがこの中国という国であります。1995年の時点で南シナ海、フィリピンの辺りは中国の影響下に置かれることに なりました。そして今中国が狙っているのは東シナ海であります。尖閣諸島のある東シナ海、またそこにある資源を狙って中国はさまざまな外交戦略を見立ててきております。日本は今しっかりとこの国防について考えなければいけない時に来ております。日本の外交しっかり考えていかなければいけない時に来ております。これは政治家、この外交を訴えていない政治家にも問題がありますけれども、私たち自身がしっかりとこの国の行く末、外交についてもしっかりと考えていかなければいけない時に来ていると私たちは思います。日本政府は中国政府の圧力に屈することなく毅然とした対応、外交を行うことを幸福実現党は訴えます。そして今回このような圧力に屈する決定をした政府、特に戦国官房長官のこの間違った判断に対しては私たちは即刻辞任を要求いたします。あまりにも今回の決定で失ってしまった国益、大きなものがあります。日本にとって東シナ海、この領海は命なんです。資源のない日本が外国から輸入するためには多くのタンカーを使わなければいけません。私たちの生活が成り立つためにはこの貿易というものが安定的に行われる必要があるのです。そのためにはこの南シナ海、東シナ海においてこのタンカー、この貿易船が安定してこの通行できる、
そのような環境を整えなければいけないのです。この領域を失うことは日本にとっては致命的なダメージをもたらすことになります。これは先の大戦を振り返ってみれば、資源が入らなくなってきたことによって日本という国が追い詰められた経験をあったと。そのような事実が私たち戦争に巻き込まれていく大きな原因になったことは皆様もご存知であろうと思います。この東シナ海は日本の平和的な安定のためにも断固として守っていかなければいけない領域なんです。その領域をいとも簡単に投げ捨てようとするような民主党政権、政府にはもはやこの国を任していくわけには参りません。即時この戦国官房長官鳩山菅首相は責任を取って辞任をするべきであります。そして今尖閣諸島の近辺には中国の領海侵犯が相次いでいるんです。沖縄の領民の皆さん、漁業に携わっている皆さんは安心して船を出すことができない状態でいます。そのような自分たちの国の国民、そして国土を守ることができない民主党政権、このような政権にはもう任しておくわけには参りません。そしてきっちりとこの海上保安庁に対しても警備を増強するように、そして今の海上保安庁の装備ではこの押し寄せてくる中国の領海侵犯に対しては対応できない状況にあります。しっかりとした装備の配置と、そして今日本の自衛隊の配備は決してこの中国のこのような外交戦略、日本の領土、特に資源のある領土を取っていこうとする、そのようなこの戦略に対して対応できる状態にはありません。北の方、ソ連の方を重点的にこの対応した今自衛隊の配備になっている、この自衛隊の配備を即刻石垣島や尖閣諸島の方に振り向けるべきであると私たちは訴えてまいります。幸福実現党はこの日本の未来にとって必要なことをはっきりと訴えてまいります。昨年来この中国の外交的脅威に対しては警告を発し続けてまいりました。私たちは今政治家たちが票にならないからといってこの外交国防問題から目をそらして口をつぐんできた、そのようなツケが今私たちにこののしかかってきていると感じているものであります。政治家たるものはやはり国民の生命の安全、国民が安心して平和で暮らせる、そのような環境を作っていくことが最低条件の使命であります。それにもかかわらずこの外交、そして国防から逃げ続けているような政治家にはこの日本の未来をもう託していくわけにはいかないと私たちは感じております。幸福実現党はこの中国、この外交問題に対して、また北朝鮮の問題に対しても毅然とあるべき姿を訴え続けていく政党でございます。どうかまた皆様この日本の平和と安全のためにまた幸福実現党ご支援またよろしくお願いいたします。
本日はまたありがとうございました。